暴れん坊将軍。ここは芝の浜御殿。享保の改革の一端として勝負の機運を奨励した吉宗は、諸国から高名な刀鍛冶を招き、御殿内の鍛冶場で腕を競わせた。出来上がった刀は一粒葵の紋を刻むことが許され、名実ともに当代の名刀として世にもてはやされたのである。信繁殿、どうかなさいましたか。信繁殿。信繁が？はあ、お医師が駆けつけた時はすでに手遅れだったそうで。一世一代の作品を上様に献上できぬことが残念と言い残したそうでございます。それにしても賊は何が目当てであの刀を、葵の御紋入りの名刀を金に換えようにもすぐに足がつくのは必定。はあ、所詮盗人には宝の持ち腐れでしょうに。探索に当たっている目付筋もそこが解せぬと申しておりました。並外れた刀好きが背後にいるのだろう。刀好き。いわくつきの名刀を己一人のものにするため、あえて人殺しも辞さぬ。そういう手合いが世の中にはいるのだ。申し訳ございません。龍馬！龍馬！上様、どうかなさいましたか。それで賊の手がかりは？身なりから見て職人と思われる3人組。
大層身の軽い連中だったそうでございます。おお、また手に入れたのか。神刀だが相当な技物らしいな。何、大したもんじゃありませんよ。材木問屋の主が刀集めに来るとは妙な話だな。私は御家人の出でね、これだけが道楽なのさ。それにしても度が過ぎる。他に何か目的があるのではないか。岡島さん、あんたは私に雇われてんですよ。ああ、分かってる。だったら余計な口出しはしなさん。用心棒の代わりはいくらでもいるんですからね。どうもご苦労様でした。なんて口利き方だい。人をバカにしやがって。お手伝い来やがるってんだ。俺は朝だ。てめえらでいいぞ。おいおい、何起こってるんだ。新さん、いえね、あの町方の旦那がね、うちの連中が何か悪さしたんじゃないかって疑ってるんだよ。どんな悪さだ。いや、それを聞いたってね、何にも言わねえからますます頭にきちゃうんで、余計な詮索するなって怒鳴るんですよ。よっぽど大きな事件なんだろうけどさ、新さん何か聞いてないかい？つまり町方は信繁って刀鍛冶を殺して名刀を盗んでいった一味を探してるってわけか。うん、多分目付筋から頼まれて身の軽い仕事師たちを片っ端から洗ってるんだろう。それ聞いてまた腹が立ってきたよ。大体俺たちがそんな大それたことをするはずがねえ。そうだい。そうともさ、繁盛がジャッとなりゃ屋根の上でも何でも飛び回るけどさ、普段は地道な手間賃仕事でご飯をいただく、それが飛びのものなんだよ。早く下手人が捕まるといいわね。うん、そのことで頼みがあるんだ。手分けして江戸中の刀屋を回ってもらいたい。刀屋？一体何のために？事件の背後には尋常でない刀好きがいると俺は睨んでる。その手がかりをつかむんだ。まあ手をお貸しするのは構いませんが、何も新さんがそこまですることねえでしょう。目付筋や町方に任しておいたらどうです？いや、この一件は是が非でも俺自身の目で見極めたい。人には任せられんのだ。吉野屋作兵衛？ええ、元侍上がりの材木問屋なんですかね。こいつがいい刀にはめっぽう目がねえんでさ。ええ、そうなんですよ。それも切れ味が良ければいいってもんじゃねえんで。名のある刀鍛冶がこさえたので見た目もよくて、おまけに世間じゃ数知れねえ珍品に限るって言うんですから恐れ入っちゃいますよ。そういう刀なら金に糸目はつけねえって話なんですよ。そうなんですよ。待てよ吉野屋。木曽屋の若い衆か。お前たちと話し合うつもりはないと言ったはずだ。そんなことは承知の上で今日はこいつに物を言わしてやる。早く山島さん入れてこい。乱暴はよせ。余計なものもおうかまねえからこいつも一緒に叩いちまえ。
無事だったか。ああ、このお若いお方のおかげでな。これじゃ何のための用心棒か分かりゃしないな。さあさあ、どうぞ。こちらへどうぞ。木曽屋とは何者なのだ。手前どもと同業の材木問屋でございます。木場では生え抜きの新車だそうですが、近頃はどうも商いが思わしくないようで。その雇い人がなぜあのような真似を。まあ言われのない言いがかりです。人間落ち目にはなりたくないもんですな。ところで徳田様とかおっしゃいましたな。私にどのようなご用件が。この刀を買ってもらいたいんだ。お差し料を。博打のつけ馬に追われていてやむを得んのだ。拝見いたしましょう。お部屋住みのご身分には過ぎた技物ですな。実を言うと猿屋敷から勝手に持ち出した代物でな。盗品で。早い話がそういうことだ。あいにくですが手前どもはまっとうな商人でして小判屋ではございません。お前さんの身辺にはいかがわしい匂いが漂っている。小判屋どころか盗人そのものの匂いがな。今のお言葉、先ほどのご好意に免じて聞かなかったことにしておきましょう。お帰りください。痛いところを疲れたようだな。別に私には痛いところなどありませんよ。そうかな。まあいいだろう。待て。何か用か。抜け。お主と切れ合う理由はない。こっちにはある。抜かんか。吉野家に頼まれたのか。違う。これは俺の一存だ。行くぞ。首をのめ。吉野家には二度と近づくな。今度は容赦はせんぞ。さようさぎり。あの男何か思惑があって吉野家に雇われてるらしい。筋を探ってくれ。はい。その方は吉野家の動きを見張ってくれ。かしこまりました。てめえはさっきの何しに来やがった。旦那に会わせてもらいたい。旦那に会わせるだと。ふざけやがって。もう勘弁できねえ。おうみんなやっちめえ。お待ちなさい。おかみさん。当家の内儀でございます。どういうご用件でございましょう。訳あって吉野家の内情を探っているんだが、
ご亭主に聞けば何か詳しいことがわかると思ってな。ご亭主は自害されたと言われたな。はい、半年ほど前に商いがうまくいかなくなり、それを気に病んで大川へ身を投げたのでございます。違う。旦那は殺されたんです。吉野家に。お黙りなさい源太。だけどおかみさん。分かってます。確かにあの人は吉野家さんに殺されたも同じ。でも直に手を下したわけではないのですから、人殺し呼ばわりはできません。一体吉野家は何をしたのだ。紀州様の入れ札をご存知ですか。うん。毎年一度藩内で切り出した木材を江戸の材木商に払い下げるときに行われる入れ札のことだな。死んだ主人は落とし値を読むのが得意で、毎年のように当てておりました。ところがここ5年余りその読みが外れて、落とすのは決まって吉野家さんただ一人。入れ札の値なんてものは地道に商いを続けて初めて読めるようになるんでさ。お侍での新参者がズバズバ当てるなんてよほどのからくりがあるに違いねえ。つまり紀州藩の内部に吉野家とつながっている者がいるというのだな。皆さんそうおっしゃっています。でも証拠がなくって、それでうちの人におかみさん、だいぶ答えてるようだな。いえ、旦那が亡くなった上にお嬢さんが家出しちまったもんで答えてるんでさ。娘さんがどうして。それはどうもさっぱり。お屋敷奉公の腰元姿で歩いてるのを見たってやらがいるんですが、当てにはなりやせんや。今日がどんなに辛かろうとも、誰にも明日はやってくる。今日と明日の夜の谷まで嘆きを流すのさ。さあおやすみよ、小十郎様。ここだ。遅かったな。すみません。宿下がりのお許しをいただくのに手間取ったもので。宿下がり？何もそこまでしなくても。ほんの一時屋敷を出る口実を考えつかなかったのか。でも私はお母さんのことが気になって、2、3日一緒にいることができれば。いかん。そんな軽はずみな真似をすればせっかくの計画が水の泡になる。答えたろ。もしかするとその2、3日が勝負になるかもしれんのだぞ。え？吉野家はまた新しい名刀を手に入れたのだ。おそらく奴はその刀を餌にして入れ札の値を聞き出す腹に違いない。吉野家と結託している相手が誰なのか、それが分かれば俺の願いは叶っても同然。そなたも手道の恨みが生やすことができるのだ。おたえ殿、ここは了見して屋敷へ戻ってくれ。それがお互いのためになるのだ。わかるな。では。小十郎様。なんだ。いえ、いいんです。何でもありません。
その娘腰元姿と言ったな。はい。上様にお心当たりでも？まさかあの浪人と関わり合いがあったとは意外だった。意外な事実は他にも。その娘が奉公しているお屋敷というのは紀州藩江戸屋敷だな。どうしてそれを？吉野家は紀州藩の材木払い下げを独占している。江戸屋敷の者と癒着がなければそんなことはできん。なるほど、そういうことでしたか。頭、盗み聞きは行儀が悪いぞ。ご挨拶ですな。ここは足井さん、私の家ですぞ。しかし驚きましたな。御三家の一つである紀州様のお屋敷にもそんな悪い奴がいるなんてね。いや、浜御殿の一件を聞いた時から疑っていた。むしろそうなればいいと願っていたよ。では上様はずっとお忍びのままでお浜御殿の一件を。さよおかげで本来のお仕事は滞ってばかりじゃ。わかりませんだ。一体なぜそうまでご執着を。おそらく仇討ちをなさるおつもりでござろう。仇討ち？信繁という刀鍛冶のですか？いや、今を去る7年前、上様がまだ紀州和歌山の藩士であられた頃、無残に殺された鏑木兵馬という男の敵でござる。鏑木兵馬、何者ですか？上様がご幼少の折にお世話をした乳母のせがれ、つまり上様とは父兄弟にあたるものじゃ。上様と兵馬は年齢も同じで、まるで本当の兄弟のように親しくしておられた。身分の違いを忘れて技を競い合う姿など、まこと微笑ましい限りでござったよ。そのうち兵馬は好きおうた娘と祝言を挙げることになりましてな。これを聞かれた上様は我がことのようにお喜び遊ばされ、ご自分の差し料を引き出物にとお与えになられた。とても受け取れません。その刀というのが備前の国忠政が鍛えた技物でしてな。神君家康公が大阪の陣の折、陣中に携えたと伝えられる一品でござった。ところがこのご行為が兵馬にとっては仇となってしまったのでござる。数日後、お忍びでご領内を見回られた上様は、ご騎乗の前に兵馬の家をお訪ねになられた。兵馬、水を飲ませてもらうぞ。お前、よくも俺の父兄弟を。兵馬！兵馬！しかし兵馬！殿、せっかくご配慮のお刀、申し訳ございません。兵馬！兵馬は人の恨みを買うような男ではなかった。それに
例の刀を除いては何一つ盗まれたものがないことから、下手人は並外れた刀好きであろうと見当がついたのでござる。下手人の詮議は行われたのでしょうな。ああ、言うまでもない。上様は自ら先頭に立たれて、いやしかしとどのつまりは無駄な骨折り、盗まれた刀は用として行方が知れなんだ。多分今もなお下手人の手元にあるのでしょう。いわく因縁のある者ほど執着が強いのがそういう人間の特徴ですからな。まったく憎いやつじゃ。できることならこのわしも仇討ちに加わりたい。これはまた加納様も昨日お若いことで。それで分かりましたよ。新さんが目の色を描いてるわけが。兵馬は気の毒な男だった。早いうちに両親に死に別れ、一人っきりで暮らしていた。もう他に身寄りはなかったんですか？たった一人腹違いの弟がいたらしいが、身を持ち崩して父親に勘当されて以来家には寄りつかなかったようだ。なるほど。それで新さんのことを実の兄弟のように思ってるってわけですね。誰からも好かれるやつだった。いつも妙に陽気でな。わかりますよ。暗い道を歩くにはてめえ自身が明かりになるのが一番ですからね。あら、どうしたの二人ともバカにしんみりしちゃって。お待ち。今な、男同士の話だ。おめえ悪いが向こう行っててくれ。はい。なんとつまんないの。新さん、目指す相手が大名屋敷の中じゃ、この仇討ちはこれ大変ですな。どんなに難しくてもやらねばならん。7年間この機会を待っていたんだ。頭、いくら止めても無駄だ。止めません。でもね、新さん、くれぐれも気をつけてくださいよ。新さんの体は新さん一人のもんじゃねえんですからね。えいおえいおえいおえい。ごめん。ご用人、吉野家殿が。おう、来たか。早く通せ、早く。は。ごめんくださいまし。挨拶はよい。例のもの持ってきたか。はいはい、これに。これが東大随一の名刀か。はい。中郷をご覧くださいまし。一つ葉葵の御紋と信繁の銘が。いかがでございます？間違いない。これだ。ところで佐竹様、そろそろ手前にも約束のものをいただきとうございますな。約束のもの？忘れなっては困りますな。これ次の入れ札の。おお、ここだ。これに金額が記してある。
お茶を待ってまいりました。失礼いたします。あの女。ああ、あれは最近口入れ屋を通してきた腰元でな。見ての通りの霧をゆえ、そのうちにそばめにでもしようと思ってな。冗談じゃございません。あれは木曽屋の娘で。何？木曽屋の？はい。どうなんするおつもりで？流れ切ったことを痛めつけて何が目当てか吐かしてやる。お待ちください。お屋敷でそのようなことをすれば騒ぎが大きくなるばかり。下手をすると私どもの命取りになりますぞ。で、どうするんだ？私にお任せを。悪いようにはいたしません。佐竹刑部、あやつが黒幕だったか。7年前には確か目付役だった。小心者だが剣の腕はかなりのものだ。なるほど。あの男ならやりかねませぬな。戦議の際見破れなかったのは俺の不覚だ。今度は必ず息の根を止めてやる。遅くなりました。岡島小十郎という浪人の素性がやっと判明いたしました。正国は騎手、本名は鏑木小十郎です。何？鏑木？そうか。あの男は兵馬の。そなたのおかげで兄の敵が判明した。礼を言うぞ。そんなお礼などと。それより小十郎様、これからどうなさるのです？無論佐竹を切る。それに吉野家もな。でも向こうは大勢。返り討ちにでもされたら。心配するな。長年白羽の下をくぐり抜けてきたこの俺だ。めったなことでは遅れは取らぬ。とにかくそなたはこのまま屋敷へは戻らず家へ帰るがよい。おふくろさんを大切にな。怪しいものではない。これを御用人に渡してほしい。兄の敵と言ったんだな。ええ、確かに。佐竹様、身に覚えが。今頃敵討ちとか。失礼。ただいま門番がこれを。くそ、小細工しよって。入れ札のからくりは承知。口止め料200両持参の上、一時後ご自員が腹まで。もう勘弁ならん。返り討ちにしてくれるわ。お主に関わり合ってる暇はないんだ。どいてくれ。分かってる。兄鏑木兵馬の仇討ちに行くんだろう。なぜそれを？お主は何者だ？この際俺の素性などはどうでもいい。それよりこの先お妙さんをどうするつもりだ？聞かせてもらいたい。お妙殿？どういうことだ？
あの娘がお前に力を貸したのは死んだ父親のためと思っているのか？他に何がある？お主のことを好いている。しかもそのことに命をかけている。バカな。そんなはずは。お主が気がつかなかっただけだ。敵を探すことに心を取られ人の情を失っていたのだ。仇討ちを果たして家督を継ぐことがそれほど大事なことか？違う。家督など続きはない。ただ兄の恨みを晴らしたいだけだ。しかしお主は家にも寄りつかなかったというぞ。その通りだ。だが兄は俺の身を案じて何度も訪ねてきてくれた。行いを改めて帰ってくるようにとこんこんと説教されて、ついその気になったこともある。どうしてその時戻らなかったんだ？俺の兄は紀州藩士、今将軍となっておられるお方の父兄弟だったのだ。身を持ち崩したこの俺がおめおめ帰れば迷惑をかけるばかりではないか。待て。おたいさんのことをもう一度考えてみろ。野倉娘を使い捨てにしての仇討ちでは兵馬も喜んではくれまい。佐竹刑部殿か？そうだ。鏑木小十郎、よく参ったな。貴様なぜ？国元では目付役だったわしだ。それぐらいは見当がつくわ。兄の敵を討つ所存らしいが肩払いたいわ。返り討ちを覚悟せい。おたけ殿。小十郎様。腹を捨てろ、鏑木小十郎。ないとこの女の命はないぞ。卑怯だぞ貴様ら。どうした？刀か娘か、捨てるものは二つに一つぞ。小十郎様、私には構わずに早くお兄様の恨みを。小十郎様。おたえ殿、そなたは。俺を切ってる。よく言った。お前の兄から頂戴した備前の国忠政、やっと試し切りの機会が訪れた。何やつだ！余計な真似を。カモン、ギリギリ！刀の旅にしてくれるわ。まだわからんのか、刑部。どんな名刀でも心根の曲がった者が持てば身を滅ぼす元となるのだ。
何？俺の顔をよく見ろ。思い出せるはずはない。上様。兵馬の恨み。面白い。これでとどめよ。これで兵馬も成仏できよう。それじゃ冠城様はおたえさんと一緒に？考えてみれば今が刀の捨て時かもしれんと思ってな。うちの商売をやってみるって。おう、そいつはいいや。中途半端な浪人よりよ、いっそのこと町人の方がよっぽどいいって。おたえさん、おめでとう。おめでとう。まあまあ、賑やかなこと。おかみさん、迷惑かけてすまんな。何を言ってるんですよ。旦那のことはね、新さんからくれぐれもよろしくって言われてるんですからね。ちょいとみんな、お前たち向こうへおいでよ。ちょっと待っちゃう。もう本当に気が利かないんだから。あ、旦那、どうぞお薬を。それでどうぞごゆっくり。どうだ冠城さんの様子。もうすっかりいいようだよ。だけどさ、だけどなんだよ。居候がもう一人増えたんだからさ。ねえお前さ、しっかり働いてくれないと困るんだよ。一服せるか。なりません。まだまだこんなにござりまするぞ。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。これが翡翠の原石か。すべて抜け荷の品でございましょう。青い石が200両となんとか妙なこと言いやがって。青い石？翡翠に間違いないよ。抜け荷の品だなんて。そちはやはり町人向きよの。それほどまでにご公儀での出世がお望みなら、今の上様を変えたらよろしかろう。バカを申せ。今さら江戸屋となぜ関わるんだ。江戸屋がこのような抜け荷の品を扱っていて、あんたがそれに気づいたとしたらどうなるか。嘘です、そんな。嘘じゃねえよ。小金原の巻狩りに刺客を放ち、上様のお命を頂戴する。暴れん坊将軍
吉宗狩場の的に立つ。どうぞお楽しみに。